ソファーの解体。最初にソファーの底の面を出します。底面を覆っている薄い布をカッターで切ります。薄い布なので引っ張ると簡単に引き剥がせます。黒い丸いプラスチック部品が5箇所にあるので、その部分を取り除いて布を引き剥がします。布はホチキスでたくさんの箇所が留められているので、布をカットして取り外すことにしました。布を取り外すと分厚いスポンジ層が現れました。背もたれ部分のビニールレザーカバーを切り込みを入れて引き剥がします。背もたれ部分には柔らかいスポンジが使用されていました。手で容易に引き離すことができました。シート座席部分のスポンジがまとめてごっそりと取り外せました。
クッションとなっているスチールのバネを小さなバールと金槌で取り外します。取り付け金具を叩くと簡単に外れました。バネ同士が針金でつながっていたのでクリッパーで切断しました。反対側の取り付け金具も取り外します。バールでこじって外せる部分はできるだけバールを使用しました。薄いベニヤ板部分は金槌で叩いて外しました。残っている布の部分とスポンジを取り外しました。金槌で叩いて外せる部分は外します。腕よりも足の方が力があるので、できるだけ足を使って解体します。かなり分解が進みました。足元に残った布とスポンジを取り除きます。大きなバールでテコの原理を使って接続部分を壊します。すると手で木片を折って取り除くことができました。つながっている布の部分を切り離します。
金槌で薄いベニヤ部分を叩いて取り除きます。足の力で短い木片を押し曲げて取り除きます。分解が完了しました。大きなスポンジを小さく切ってゴミに出しやすくします。分厚いスポンジを折り曲げてカットすると、カッターとスポンジとの摩擦抵抗が少なくなり、容易に切ることができます。布やスポンジを丸めて紐で縛りました。ほとんどは可燃ごみになるかと思われます。このソファーの金属部分はほとんどバネだけでした。おおよそ50分ほどで全ての作業が終わりました。